水分が抜けて身がね、ギュッと締まるんで、フォアグラのテリーヌみたいな長めに漬け込む場合は、あん肝使って、普通のね、あん肝の煮付けと、あと、あん肝の味噌漬け作っていきたいと思います。裏にね、太い血管が入ってるんで、この血管をね、骨抜きで取ってしまいますよと。氷水につけて、水切って、塩して、でね、塩はね、これあんまり強く振りすぎると、あん肝がしょっぱくなるんで、ここからね、30分ほど置いて、酒でね、最後軽く漬け込むのだけはやった方がいいんではないかと。肝はね、アニサキス、こういう寄生虫がね、いるんで、必ず取ってくださいと。今度は、あん肝煮ていきます。で、あん肝煮るときはね、これ水ね、水にね、たっぷりの酒入れて煮ていきますよと。で、人によってはね、これね、ワイン入れたりするんですけど、あん肝とワインって合うのかって思うかもしれないんですけど、あん肝って、鮮度が良ければね、臭みがほとんどないんで、臭みがなければね、フォアグラに近いんですよ。なんで、当然ながらね、赤ワインなんかとも結構相性がいいですよと。今回は、水と酒とね、砂糖と、これみりんっすね。みりんと、あと醤油でね、煮ていきますよと。ちなみに、シーズンのね、北海道産の大きいあん肝なんかはね、キロ18000円とかするぐらいなんで、フォアグラよりもね、高かったりしますね。で、沸いたらあん肝入れていきます。あん肝自体の鮮度がどんなに良くてね、臭みがないといえども、レバーのね、独特の風味は絶対あるんで、なんでね、これね、レバーの風味と出汁は相性が悪いんで、今回はね、出汁入れずに、水を使ってますね。これね、これは七味。七味はね、焼き鳥のレバーをイメージしていただければ分かりやすいかと思うんですけど、肝とね、相性がいいんで、軽く振って、で、煮付けにしていきます。肝っていうのは味が入りにくいんで、40分ぐらいかけてね、ゆっくり煮ていきますと。こんな感じでね、40分煮たら、火止めて、でこのまま冷まして味を入れていきます。煮付けなんかはね、比較的すぐこう煮汁から揚げてるんですけど、毎回あん肝の場合はね、このままね、半日ぐらいね、煮汁につけて、で味を染み込ませていきますよって感じですね。これね、あん肝の煮付け、十分ね、時間を置いて味が染みましたと。そうなったら、あとは食べるだけですね。で、この漬けてる間にね、このあん肝自体は結構ね、この醤油と砂糖の塩分と糖分で水分が抜けて身がね、ギュッと締まるんで、ある程度はね、こう持っても崩れないような形になるんで、あとは、切って持ってあげればいいんではないかと。でね、これね、この使わなかった分はね、またね、汁につけといてあげれば、2、3日は保存が効くんで、戻してあげて、あとはね、適当な大きさに切って盛り付けてあげれば。で、あん肝煮付けね、このままでも十分美味しいんですけど、もしね、嫌いじゃなければ最後ね、こうやって木の芽、山椒とかね、効かせてあげると、ビリッとね、締まりの出た味になるんではないかと。だからもちろんね、これ粉山椒でもいいし、いっぱい持ってあげてもいいしっていう感じですかね。はい、こんな感じで、あん肝の煮付けは完成です。あと、これね、ちょっと変わった食べ方するなら、このね、あん肝の、形の悪いところ、こうやってね、切り出してあげて、これね、叩いて、これちょっとね、細かくしてあげて、これはね、乾燥させて、軽くね、焼いたパン、これにね、こうあん肝塗ってあげて、こんな感じでね、で上からね、七味とか振ってあげても美味しいんじゃないかなと思いますね。ではこれね、
パンにあん肝って思うかもしれないんですけど、フォアグラのテリーヌみたいな食べ方をしても結構ね美味しいんで、こういう料理もありなんじゃないかなとは思いますね。あん肝の味噌漬け作っていきます。で、あん肝の味噌漬け作るときはあん肝にね先に火を入れてから、漬け込んでいくんで、最初にね、茹でちゃいます。で、これ水にね酒をたっぷり入れてあげて、ネギの根っこの部分、万ネギの根っこの部分ですね、こういうね、薬味香りのあるもの入れてあげて、で煮ていきますと。で、沸騰したらねそこにあん肝を落としてあげて、でね大きさにもよるんですけど、だいたいね20分から30分ぐらいで火が入るんで、そのぐらいねしっかり煮てあげてくださいと。でこれ煮てる時にねあんまりボコボコしすぎるとあん肝がどんどん煮崩れてっちゃうんで、弱火にしてあげて、で、落とし蓋ねして、火を入れていきますよと。あん肝茹でてる間に漬け込むね味噌を作っていきます。で僕はねあん肝にね、しっかりめに色をつけたいのとコクを出したいんで、赤味噌とあと、これね西京味噌、この2つね合わせて使いますよと。でこれね赤味噌って結構硬いのが多いんで、もし硬かったらねみりんだとか酒で伸ばしてあげるといいのかなと思いますね。甘めのね味付けが好きだったらこれに砂糖を入れてもいいしっていう感じなんで、好みで味付けしてくださいと。でねある程度ねこのね味噌にね汁気を持たせてあげた方が、味の入りは早いですね。20分経ちましたと。そしたらねあん肝には十分火が入ってるんで火止めて、でここからねこれざるにあげて冷ましていきますと。で大きさにもよるんですけど、あん肝はね結構崩れやすいんで、こんな感じでねこういう網使ってあげると、比較的形を保ったまま取り出せますよ。あん肝取り出したら、ここから味噌につけていきますと。味噌にねつけるときはこうやってね下にね最初に、味噌を敷いてあげて、でここに直接つけちゃってもいいんですけど、それやるとね結構ねあん肝がね味噌まみれになっちゃうんで、こうやってねペーパーだとかガーゼかませてあげて、でこの上にねあん肝乗せてあげて、で漬け込んでいきますよと。でねもしねこれね大きいバットとかなかったりだとかしたら、茹でる前でも茹でた後でもいいんですけど、先にねあん肝切ってあげて、で漬け込んでいけばいいんではないかと思いますね。でね味噌敷いてあん肝並べたら、この上にねまたペーパーかませて、で上から味噌でまた蓋をしてあげると。であん肝のね大きさだとか、油ののりにもよるんですけど、3日とかね1週間とかつけてあげればしっかり中まで味が入るんではないかと。もしねあんまり油が乗ってないあん肝で、大きさもちっちゃければね1日とかで使っちゃうかもしれないんですけど、使う味噌の濃度にもよるんですが、今回はねしっかりめに味を入れて、でちょっとずつ食べるおつまみっていうのをイメージしてるんで、長めに漬け込もうかと思います。でね1週間とかね長めに漬け込む場合はこのねあん肝全体をねしっかり味噌で覆ってあげないと、この空気に触れてるところから悪くなっていくんで、なるべくね多めの味噌でたっぷりめにつけてあげてくださいと。でこうしたらね、ラップして、冷蔵庫に
保存しますよと。なるべくね空気を抜いてあげた方が保存性は高いんで、ピチッとねラップしてあげるのがいいんではないかと思いますね。そしたら、保存します。これね、あん肝の味噌漬け1週間経ちましたと。今回はね1週間漬け込みましたと。そうすると、こういった形でねあん肝にねしっかり味が染み込んでますんで、あとはねこれ切って食べるだけって感じですね。でこれね味噌つけて1週間経つとあん肝の水分が抜けてねしっかりとした硬さが出てくるんで、そしたらね、あと切って食べるだけですよって形ですね。切るときは適当な大きさにね切ってあげて、で盛り付けてあげてって形でいいんじゃないですかね。これね結構味が濃いんで、もう食べるときはねちょっとずつこう箸で崩しながら食べてあげればいいんじゃないでしょうかと思いますね。であとはねなんか添えるんだったら好みでねこれ一味なんかをね軽く振ってあげても結構ね締まりのある辛みがあって美味しいんじゃないかなとは思いますね。あとはねなんかこれあん肝だけだとどうしてもちょっと寂しくなるじゃないですか。そういう時はねきゅうりなんかね食感もあるしさっぱり感もあるんで、あん肝と合わせると意外と合うんですよね。なんできゅうりとか添えてあげてもいいんではないかと。きゅうりなんかはねこの色もあるし、なんか形も切り方次第でねいろんな形に作れるんで、なんで一緒に持ってあげるといいんではないかと思いますね。はい、ということであん肝の味噌漬け完成です。